どうもしょうやです。ドラマーのみったんです。ギターのサムです。ボーカルの寺田恵子です。キーボードのキャプテンです。ベースの千葉です。このアルバムは海外に向けて、作ったアルバムになります。簡単に言うとそういうアルバム、まあ海外なんで別に日本語でもよかったんだけど、どうせならチャレンジをしたいなっていうね部分があって、だから今回のアルバムはそういう部分でいくと、楽器チームもボーカルも割とチャレンジャーな感じの、アルバムになってると思います。でも庄屋の本来持ってる庄屋の良さっていうのは残ってるし、でなおかつ、ちょっと新しい試みみたいなところもある、バランスの取れたアルバムだと思っています。じゃあですね、せっかくなので私はサンダーという曲、リズム隊で作った曲なんですけど、ちょっとスピードチューンで今回ちょっと短いドラムソロも入ってますので、新しい試みをぜひ聴いていただけたらと思います。他の曲も割と2バスちょっと今回は割と今までにないようなこのアプローチもしてますので、その辺ぜひ聴いていただけたらと思います。アイアンストーン、30年ぶりに、レコーディングをして、こんなスピード速かったっけって思いながら、でもなんかまた30年前と同じ気持ちプラス今の自分を表現できるかなと思います。っていうかね、1曲のよりは本当に今回いろいろ大変な思いをしながらのレコーディングだったんで、そういう部分ではそれ全部をかみしめて聴いてほしいなっていうふうに、思っています。とにかくだけど今強いてあげるなら、ウィンドという曲が気に入っていて、なんかこう切ないメロディーがすごいグッとくるのと、その後にギターソロが最高にかっこいいまた言っちゃうけどギターソロの最初の一音がもうめちゃめちゃかっこいい、グッとくるので、稽古っぽいメロディーではあるんだけど、曲全体の雰囲気が割と今までにもちょっとない感じがするので、気に入っています。私は東京アイスクリームという曲なんですが、とてもヘビーなんですが、その16音符でこう回るような、ちょっとダンスかな、ダンサーちょっと途中で3本が前奏を踊るような、そんなような結構ノリノリの曲なんで好きですね。最後に別ダンスって言ってるしそうですね、エピソードっていうと、まあちょっと今回割とハードな曲、ちょっとヘビーメタル寄りでチャレンジしたこともいっぱいあったんですけど、結構自分のいつも叩いているボリュームよりもっと激しくみたいな、シンバルをもっとかき鳴らすぐらいの、そのぐらいの勢いで、まあいつもよりはよりこうヘビーな感じに乗せていくという、そういう撮り方をしてたんで、それがちょっと自分の中では印象に残ってますね。ここまでガンガン鳴らして OK みたいな、はい、そういう意味ではハードな演奏ということがやっぱり印象に残ってますね。私実は足を骨折してで
編だったんだけど、前編なんだけど、一番苦労したのはやっぱり私は嵐。もうこれ日本語ありきで英詞になったので、割と直訳っぽいところが出来上がった歌詞に直訳っぽいところがあったんで、音の数が半端ないっていうか、それをどうやって間引くのかっていうのをスタジオでローラ先生っていうのがついてたんだけど、ローラ先生とこの言葉を別な言葉に言い換えられないかなとか、その音に合った言葉を探したり、必要な音っていうのを消してったりとかするのがすごい大変だったかなって。最終的にはいい感じでまとまったけど、そこに行くまでが大変でした。私はキーボードはですね、今までのちょっとレコーディングとレコーディングの仕方が違ったという点で、戸惑いはあったんですけど、プレイ自体とか特にすごい、ここはすごい苦労したっていうのはそんなにないのかなと思います。頑張りました。またね。私はですね、今回プロデューサーの赤井さんの曲が5曲入ってたんですね。あと半分、5曲半分がメンバーの曲だったので、やっぱりメンバーの曲をやるのって大体いつも慣れててコード進行とかも読めるんですけど、やっぱりこう提供された曲をやるっていうのは結構難しいところがあったかなと。やっぱりこう慣れない本当だったらここだ、それだったらここに行くはずなのに、ちょっと違う部分にこう行ったりするっていうところが、その辺がこう流れで、ベースを取っていく上ではちょっと難しかったかなとは思いました。そうですね、海外向けに作ったアルバムで、やっぱりこれから海外に向けて本当に庄屋っていうバンドを知ってほしいっていう気持ちがすごくあるので、本当にこういうチャンスが来たことを嬉しく思いますし、またここから一歩ずつ始めるんだっていう意識で、まだまだこれからっていう気持ちで頑張っていきたいと思います。35周年最後のライブで、やっぱりこのメンバーで全員揃って一日も長く一本でも多くライブをやっていきたいっていう一番の夢です。熟女頑張ってますだって世界の中でもオリジナルメンバーで、35周年を迎えられる、こんなバンドも多分いないだろうしっていう部分ではこのままみんなと一緒に一生懸命前に前に進んでいきたいなっていうふうに思っています。はい、よろしく。35年、36年とこう1年1年を5人です。大切に進んでいけるっていうのももちろんなんだけど、このアルバム、チャレンジしたことでやっぱりこう新しくチャレンジしていくっていうことも忘れずに5人でやっていきたいなと思います。そうね、新しいチャレンジって脳にもいいらしいから何かボケないんだってヘビーにハードに仕上がったアルバムなんですが、この5人ならまだまだどこまででもヘビーにハードにいけるかなと、このメンバー5人でずっと突き進んでいけたらいいなと思ってます。というわけで庄屋でした。